皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。数値計算では初期値を仮定してある計算を行い、得られた値が特定の場所における条件に一致するかを調べることがあります。一致すれば計算を終了しますが、そうでなければ初期値を変え、計算値が一致するまで同じ計算を繰り返します。この収束計算は、遠くにある的を狙って鉄砲を撃ち、当たらなければ角度を変えて再び的を狙うことに似ていることから、射撃法と呼ばれています。本法はさまざまな計算に利用できるため、その知識を持っていれば、いつか皆さんの研究に役立つかもしれませんね。そこで今回は、射撃法の計算原理を説明します。現在地から水平距離で18,000メートル離れた場所の高さ1000メートルの位置に直径1センチメートルの的が固定されているとします。これをライフル銃で狙います。こんなに遠くの小さな的を目視することは困難ですが、とりあえず見えるとしましょう。また、空気抵抗がなく、ライフル銃の砲弾は放物線を描いて的に到達するものとします。弾丸の初速度 V0 を500メートルパーセックとするとき、的を正確に撃ち抜く射撃角シータはいくらになるでしょう。現在地に XY 座標の原点を置きます。X は的への水平方向の距離、Y は垂直方向の高さとします。この時、弾丸の軌跡は1式で表されます。ここで的の位置は x イコール xt イコール18,000メートルにおいて y イコール yt イコール1000メートルであり、その位置は2式で与えられます。射撃角の初期値 θ0 を設定し、これを1式へ適用すると的までの弾丸の軌跡を描くことができます。図はさまざまな角度 θ0 に対して計算した弾丸の軌跡です。どれも赤丸で示した的に当たりそうにないですね。そこで θ をセットし直し、再び的を狙うことになります。しかし方策なしに何回狙っても直径 1cm の的を射抜くことはできませんね。そこでこの問題解決のためにニュートン・ラプソン法を導入します。本法については前の動画を視聴してください。ニュートン・ラプソン法による計算アルゴリズムを説明します。1式を3式のように変形します。F シータを0にするシータが的を射抜く角度となります。これを求めるため、反復計算の式を4式で与えます。ここで i は反復回数を表します。右辺第2項の分子には、1式から与えられる5式を使います。また、分母の式には、5式を微分して得られる6式を使います。これで計算に必要な式の設定は終わりです。
それでは計算手順を説明します。1、射撃角θ0を仮定します。2、これを5式と6式に適用し、それぞれ fθ と dfθ/dθ を計算します。3、5、6式の計算値を4式へ代入し、次の射撃角候補を計算します。4、計算値に対して7式の判定を行います。5、判定条件が満たされるなら計算を終了し、満たされなければ1から計算を繰り返します。計算プログラムを作り、計算を行いました。収束回数は9回でした。計算結果を図に示します。本計算条件では、的を撃ち抜く角度θに2つの解が存在しました。これらは、射撃角の初期値を30度とするとき、26.3424 度、60度とするとき、66.8375 度と得られました。角度を大きく取ると、弾丸の軌跡は大きな山を描きます。角度を小さく取ると、弾丸は小さな山を描き、より短い時間で的を射抜くことができます。的の位置を変えてみましょう。今度は xt イコール2万メートル、yt イコール6000メートルです。残念ながらこの時の計算は収束しません。これは弾丸が的に到達しないからです。このように射撃法では計算を始める値を変えながら目的の場所での条件が満足されるまで計算を繰り返します。今回は x と y の関係が代数方程式で与えられる場合を考えました。本式に的のある位置を代入した2式は、8式で示すタンジェントθについての二次方程式となります。よってこれを解くと、θに対して解析解を得ることができます。しかし、1式に相当する式は通常、微分方程式で与えられます。この場合、初期値を仮定して、微分方程式を目的の場所まで解き、得られた計算値が条件を満足する計算を繰り返します。よって少し手間がかかります。射撃法の応用の一つは、第4章で議論している固定化酵素反応を記述する2点境界値問題です。本問題の数値計算は少し厄介であることが知られています。しかし、計算アルゴリズムをしっかりと構築すれば、計算値を正確に求めることができます。これについてはずっと後の動画で説明します。次回の動画では、1式が微分方程式で与えられる場合の射撃法について説明します。本日のお話はこれで終わりです。そ
それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。